2026年4月28日、セブンイレブン新商品5品です。枝豆ご飯とちらし寿司の幕の内です。公式ページでは、枝豆ご飯とちらし寿司を組み合わせ、おかずに鶏の照り焼きや肉じゃがなどを盛り付けた彩り豊かなお弁当ですと紹介されています。初夏を感じさせる枝豆ご飯、目にも鮮やかなちらし寿司、さらに十数センチ四方のスペースに箱庭のようにさまざまな料理が詰め込まれたありさまには、多少割高でも思わず手に取ってしまう魅力があります。豚肉、人参アスパラガス巻きカツです。油揚げの挟み揚げのような華奢な食感の揚げ物ですが、アスパラガスの旨味がしっかりとあります。ほんのりお酢の効いた酢飯にカニカマの風味が食欲をそそります。ちらし寿司です。だし巻きは甘みやだし感は控えめで、どちらかというと何かを焦がしたような香ばしい香りがします。枝豆ご飯です。特有の青臭さを感じさせない豆ご飯です。肉じゃがです。お醤油系の塩味とみりんの風味がかなりはっきりしていて、ご飯が進むタイプのおかずです。お醤油系の塩味がしっかりしていて、かすかに酸味があります。ちらし寿司は酸味より旨味よりの仕上がりで、お酢の効果もあって柔らかな口当たりです。小松菜油揚げ炒め煮です。子供の頃はこの独特の苦味が苦手でしたが、お酒を飲むようになってから好きになった一品です。鶏の照り焼きは香ばしい香りとお醤油とかすかな酸味、一般的には美味しい照り焼きですが、個人的にこの酸味は少し苦手です。一つ一つ丁寧に料理されたおかずが続くので、食べ飽きることなく食が進みます。税別648円はセブンのお弁当の中では高価格帯ですが、十分な食べ応えと満足感です。おすすめです。おろしチキンカツ煮です。公式ページでは、チキンカツを大根おろしと組み合わせ、和風のだし醤油だれであっさりと食べられる商品ですと紹介されています。カツだけでいただくと、サクサク感の残った衣の食感、あんこの舌触りが心地よく食欲を刺激します。味付けは舌先が少しピリピリするくらいお醤油の塩味が強いです。白飯と一緒にいただいてちょうどバランスが取れる感じです。鶏肉はブラジル産でもも肉と思われますが、輸入鶏肉にありがちなふにゃふにゃ感や臭みはなく、適度な歯ごたえがあって美味しくいただけます。大根おろしと一緒にいただくと塩味が少し緩和されて、だしの旨味を味わうことができます。ビールと一緒にいただくとさらにいい塩梅です。カツ煮は本来お蕎麦屋さんでいうところの抜きから来ているらしいので、お酒と合わせるのが良いのかもしれませんね。もちろんご飯であれば丼飯と合わせても不足なくいただけるボリュームです。税別368円でコスパとしても十分です。おすすめです。トマトとツナの冷やしぶっかけそうめんです。公式ページでは、トマト、ツナ、錦糸卵、ネギ、わかめの5種具材を盛り付けた冷たいぶっかけそうめんです。味わいのアクセントとして具材の上に黒胡椒を振りかけていますと紹介されています。今年の初そうめんです。かつおだしがよく効いていて、どちらかというとお醤油の塩味よりもだしの味が前面に出たかけつゆです。喉越しの良い細身の麺、つるつるした冷たい口当たり、全体の味付けはやや薄味ですが、ツナの塩味がトマトの旨味、黒胡椒のスパイス感とも相まっていいバランスでアクセントになっています。今回のそうめんは麺の美味しさが特に強調されているようです。適度な弾力とつるつるとした口当たり、噛み切る瞬間の少し硬質な歯ごたえ、うっすらとつゆをまとって心地よく喉を落ちていく喉越しの良さ、食べていて何かに似ていると思っていたのですが、
冷たくて口当たりの良い細い麺、強すぎない塩味とトマトの酸味と黒胡椒。これを野性味たっぷりのオリーブオイルで仕上げれば夏の定番メニュー、完熟トマトと黒胡椒の冷製カッペリーニですね。確か以前にセブンのそうめんでオリーブオイルを使ってカッペリーニ仕立てにした商品があったような気がします。個人的に細身の麺が好きなこともありますが、とても気に入りました。おすすめです。お好みおかず弁当です。公式ページでは人気のおかずを盛り付けた定番の幕の内弁当ですと紹介されています。かなり大ぶりな唐揚げとコロッケ、鶏つくね、ちくわの磯辺天も見えています。唐揚げは生姜風味ですが、それ以上に塩味ががっつり効いています。肉自体は噛み応えがあって美味しいです。セブンのお弁当は何があってもご飯は美味しいです。特に今回は何を食べても塩味が強いので白飯が進みます。個体差かもしれませんが、それぞれのおかずの味が濃すぎて喉が渇きます。以前のコンビニ弁当は程度の差こそあれ味が濃い傾向にはありましたが、最近ではメガ盛り系のお弁当に一部不自然な味の濃さが残っている程度ですね。卵焼きはスポンジタイプではなく、卵液をでんぷんやゼラチンで固めたタイプですね。このお弁当が税別498円、先ほどいただいた枝豆ご飯とちらし寿司の幕の内が税別648円、その差額税別150円です。それでも唐揚げと白飯はセブンの標準的な仕様で普通に美味しかったです。価格設定から考えるとコストの問題ではなさそうなので、提供を意図している味が私の好みと違うだけなのかもしれませんね。セブンプレミアムカマンベールチーズスフレ3号です。公式ページではカマンベールチーズのコクのある味わいにふんわりしっとりとした食感を楽しめる3号サイズのスフレチーズケーキですと紹介されています。今回の主役はカマンベールチーズです。心地よい酸味とかすかな塩味、白カビ特有のスパイシーな香りもほんのりスフレ生地に練り込まれています。トッピングのあんずジャムはセブンの定番仕様で、かぐわしいあんずの香りと爽やかな酸味とみずみずしい甘みで、チーズの脂質とジャムの酸味がデザートチーズをジャムと一緒にいただいているような華やいだ気分を演出しています。全体的な味の構成はカマンベールの香りはしっかりありますが、チーズの酸味は抑え気味で、柑橘系の軽い酸味と同類の甘みでスイーツ感が完成されています。スフレの軽い食感と小麦の生地が混ざり合って独特の舌触りと食べ心地です。ケーキ特有の重さを感じさせません。税別378円で直径 9cm のボリューム感、コスパも抜群でおすすめです。さて、今日のおすすめの一品は枝豆ご飯とちらし寿司の幕の内です。箱庭のような見ているだけで楽しくなる盛り付け、枝豆ご飯とちらし寿司、主食2種盛りを中心とした季節感とゴミをめでるような満足感。どこまでもコンビニ弁当ですが、ささやかな贅沢感が漂います。強くおすすめします。